おはようございます。無職の TK です。日本で就職できずニューヨークに逃げてきた。現在ニューヨーク生活14年目。今朝もおいらが起きる前に妻が朝ごはんの支度をしてくれていた。パンを作っているようだ。イーストを入れる。砂糖。よく混ぜる。小麦粉を入れる。ピザ生地をこねるように手でこねる。日々のストレスを生地にぶつけた。なぜ私がこういう目に遭ってしまうのか、そう思っているのかもしれない。生地ができたようだ。ラップをかけて生地を寝かせる。生地の発酵を待つ間に妻が朝ごはんを作っていく。人参をカットする。玉ねぎも細かくカットする。ブロッコリーを切っていく。鍋にバターを入れる。その中に玉ねぎを入れる。チキンスープを入れる。そこへ人参を投入する。ブロッコリー、生クリームを入れる。ほったらかしにされたせいでヘーゼルが泣き出した。無事に生地が発酵したようだ。生地を3等分して丸めていく。チーズを入れる。かなり高カロリーだ。どうやらシチューを作っていたようだ。先ほどの生地をなぜかもう一度丸め直す。その頃、社会から必要とされていない男が起きた。
よしなきゃ。誰よりも遅く起きて歯を磨く。42歳無職。ひろゆきが言っていた。40歳を過ぎて無職の人はもう一生就職できないと。絶望します。早速オーブンでパンを焼く。本来なら父親がやる肩車を気分が落ちている父親の代わりに妻がやる。うちで一番背が高いヘイゼルです。手伝ってくれ。首なくなる。重かったわ。朝から思考が停止している無職のパパのもとへ娘がやってきた。無職のパパが2番目に大切にしている人形に娘が興味を示した。おやすみ。妻が朝ごはんを仕上げていく。パンが焼けた。最初からスープを入れてなんか焼くやつあるよな。パンの頭の部分をカットしてくり抜いていく。はい、せいれい。くり抜いたパンをお皿にのせる。パンが熱くて自分がちぎって食べて。熱いからヘイゼル気をつけてください。そこへシチューを注ぎ込む。チーズをのせて蓋をしたら朝ごはんの完成だ。いただきます。いただきます。美味しい。これパンを中くり抜いてからあれ作るっていうのは変わってるね。おいしい。ガリックこれだ。カルキ1個も入れてね。忘れた。でおでこ傷になっちゃって。ヘーゼルにおやつをあげる。フランス
スパンみたいなパンだね。バゲット。朝ごはん完食。おいしかった。ごちそうさま。この人もこの中身どこやったんだろうね。パンのね、中身がね。これだね。今日の完全にこれだ。これでもお腹いっぱいになるな。うん。パンのカップが可愛いね。ヘーゼルが一人で歩けるようになった。ありがとう。ありがとうございます。じゃあな妻と娘が二度寝に入る。眠ってしまった。二人とも寝ちゃったのでリハビリセンター行ってきます。これからうつ治療センター準備できたので行ってきます。みんなが寝静まった頃、おいらはうつ治療センターへ出かける。一日でも早く元気な父親であるために。うつ治療センターに着いた。まずは20分ジョギングする。ジョギングをして体が温まったら、今日はスクワットをする。無事にリハビリが終了した。部屋へ戻る。ヘーゼルが起きたようだ。ただいま。よし、ちょっと散歩するか。お腹空いてたらねえだよな。お腹空いてないね。下手したら今日2食になる可能性もあるよな。カフェで食べたら。ヘーゼルにお昼ご飯をあげる。おいらはリハビリの後なのでシャワーを浴びる。チャンネル登録、いいね、お願いします。行ってきます。いや、グラブまだ見つかんないよ、今日は。これから家族でエクスチェンジプレイスを散歩する。ヘーゼルも暖かくしてヘーゼルも出かけます。もう日本語が自然に出てこなくなった無職のパパ。はい、出発。電車で隣町のエクスチェンジプレイスへ移動する。次の電車があと15分。待ちます。
Stand clear of the closing doors. 電車がやってきた。エクスチェンジプレイスに着いた。あ、クレゴリーコーヒーがある目の前に。エクスチェンジすげえじゃん。どうする？でっか。すげえじゃん。はい、エクスチェンジプレイス着きました。ここから見るマンハッタンすごい近いね。髪の毛何があった？いやシャンプーしてそのまま来たけど、お前のすごいプレッシャーくるから。はい、エクスチェンジプレイスから見るマンハッタンビュー。次はここの町に引っ越してこようと思います。はい、ここには大きなツリーが立ってます。メリークリスマス。ちょっと歩いてグレゴリーコーヒーかどっか行きます。あそこに自由の女神もあそこに見える。まずちょっとコーヒー飲んで体温める。次はこの町に無職の TK 引っ越すのが夢です。じゃあコーヒー屋さん向かいます。グレゴリーコーヒーにやってきた。チョコレートチップクッキー美味しい。ハラペーニョチェダーチーズ、えHey there. グレゴリーコーヒーとても良かった。エクスチェンジプレイスの前の川沿いを散歩してます。すごくいい街。ニューヨークに憧れて海を渡ってきた。だけど蓋を開けてみればオイラが住んでいるのはニュージャージー。悔しさがないと言えば嘘になる。ニューヨークに住むという小さな見栄も遠い昔に置いてきてしまった。それでもここから見えるマンハッタンの景色だけはずっとオイラを裏切らなかった。働き口も見つからず将来の見通しも立たない生活の中で、この川の向こうに広がる光景だけは確かにあの頃の夢を思い出させてくれる。今日もまたニュージャージーの岸辺からマンハッタンを眺めている。あの日の憧れと今の現実のちょうど真ん中で。はい、エクスチェンジプレイス散歩でした。お家帰ります。プレデートはまだ知り合いいないからできないけど、みんな。いや、図書館に6時間でプレイ時間がある。あそこ行ってみんなと会ってとか、もう私たちだけでも急にダンスしてる。ジェル楽しい？楽しい？オイラたちの住むニュージャージーの奥地へと戻る。どっち？
こっち。こっちやな。はい、電車来てます。お家帰るよ。あー、バカバカだよ。はい、3時のやつ食べたし、あとは夜ご飯。家帰ったら夜ご飯だよ、へいだよ。電車がやってきた。無事に家に帰ってきました。なんか可愛いじゃん。これから下のストレージに棚を作りに行きます。荷物が家の中増えすぎてやばいから。地下にミニストレージを借りた。妻がストレージ用の棚を組み立てる。はい、もうすぐ、ミニストレージの棚もう少しで完成。棚ができた。ストレージに棚を入れる。ロッカーの鍵15年前のあれだったからちょっと忘れたけど思い出した。あれもいいよな。今まであのボックスで家で管理してたのかな、あの人は。ミニストレージが完成した。ヘーゼルに夜ご飯をあげる。ヘーゼル、目かくな。歯磨き上手かな。くしゅくしゅ歯磨きくしゅ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 歯磨きくしゅくしゅ。ヘーゼル、今日シャンプーハット嫌いだって嫌だって言うから、そのままシャンプーするしかありません。急にヘーゼルがシャンプーハットを嫌がった。切れなくなったヘーゼルの切れなくなったヘーゼルの洋服をオーガナイズしてます。スーツケースに入れてストレージに持っていく。いつも通りヘーゼルにお風呂上がりのミルクをあげる。ヘーゼルが眠ってしまった。妻が夜ご飯を作っていく。ネギをカットする。鍋に油を敷いて明太子を焼く。明太子に火が通ったら取り出す。そこへ洗っておいたお米を入れる。水を足してお米を炊く。しめじ、昆布。水がボイル始まった。蓋を閉めて弱い火でネギを入れる。ホタテの最後に焼けたたらこを元へ戻す。このまま火にかける。炊き込みご飯のようだ。
10分。下のストレージに使わなくなったなんだっけチャイルドシートとかいろんなの運び中。炊き込みご飯が完成するまで荷物を下に移動する無職のパパ。ヘーゼルのチャイルドシートを上へ積む。小さなストレージなので上へ積むことが大切だ。冷凍の餃子を焼いていく。醤油もっといるかな。色がちょっと。冷凍の味の素の餃子作ってます。おいらは食べる準備をする。炊き込みご飯ができた。軽く混ぜる。餃子も焼けたようだ。あ、もっと後ろにするけ。まあいいや。炊き込みご飯をお茶碗によそう。今日の夜ご飯、明太子とホタテの炊き込みご飯と餃子。いただきます。乾杯。誰見てる人いて、家買った人か。そういうと？お金持ちだね。じゃあ炊き込みご飯から。いや、ホタテと明太子だろ。美味しいに決まってんじゃん。ホタテと明太子美味しいに決まってんじゃん。それでもともとホタテ自体あるじゃん。肉だけじゃなくて、あれをボイルしてあのスープを使ったらもっとうまい。でもじゃないから。ごちそうさま。猫たちにも夜ご飯をあげる。ジボンとボンボンがやってきた。お互い相手のご飯が気になるようだ。ボンボンがジボンの餌の確認に向かった。自分よりまずい餌で安心したのだろうか。帰っていく。すると今度はジボンが現れてボンボンの餌を確認する。猫もまた人間と同じように隣の芝が青く見えるらしい。Street dog eyes anticipate me.
本日もご視聴ありがとうございました。ここまで見てくれたあなたは間違いなく TK ズ。毎週土曜日の無職のパパの日常が待ち遠しいだろう。おやすみなさい。Like a ghost on marble steps. 今私の願い事が叶うならば仕事が欲しい